77年前の1945年8月、広島、長崎両市は原子爆弾により一瞬にして廃墟と化し、両市合わせて21万人を超える多くの尊い命がその年のうちに奪われました。広島、長崎両市は生き残った被爆者のこんな思いを他の誰にもさせてはならないという切なる思いを世界の人々に広げ、次の世代にも受け継いでいくために世界に核兵器の非人道性を訴え、その廃絶を求めてきました。今年で40周年を迎えた平和首長会議は、1982年、被爆者でもあった荒木武広島市長が、東西冷戦下で核軍拡がますます激化の方向をたどる中、広島の声を全世界に届けなければならないとの使命感から、米国ニューヨーク市の国連本部で開催された第2回国連軍縮特別総会において、世界の都市に国境を越えて連帯し、共に核兵器廃絶への道を切り開こうと呼びかけ、平和首長会議の前身となる世界平和連帯都市首長会議を設立したことに始まります。この呼びかけに賛同する都市は広がり続け、広島、長崎の2都市だった平和首長会議の加盟都市は、2011年に5000都市を超え、現在では166カ国地域の8213都市に及んでいます。また、地域ごとの取り組みを牽引するリーダー都市は、世界各国の都市が担い、様々な取り組みを推進しています。2020年には、スペイン・グラノラーズ市を中心に、国を越えた支部としてヨーロッパ支部が発足し、地域特有の課題の解決に取り組んでいます。核兵器による攻撃では、都市やその市民が標的となります。ひとたび使用されれば、環境面や経済面などの影響は地球規模となり、たとえ直接的な攻撃を受けなかったとしても、市民の生活に大きな被害が及びます。市民の安心・安全な生活を守る責任を負う世界の都市で構成する平和首長会議にとって、核兵器廃絶は使命なのです。平和首長会議は、このような考えのもと、核軍縮に関する会議などで、国連、各国政府に核兵器廃絶を訴えてきました。包括的核実験禁止条約 CTBT が1996年に国連で採択される過程では、あらゆる核実験を禁止する例外のない条約となるよう、国連各国政府に働きかけ、その採択を後押ししました。2021年1月に発効した核兵器禁止条約に関しても、平和首長会議は大きな役割を果たしています。振り返れば1995年にまで遡ります。その年、オランダ・ハーグにある国際司法裁判所では、核兵器の使用や威嚇の違法性に関する審理が行われていました。そこに、平岡隆広島市長と伊藤一長長崎市長が出廷し、筆舌に尽くしがたい被爆の実相や核兵器の非人道性を訴え、核兵器の使用が国際法に違反していることは明らかだと主張したのです。翌年、国際司法裁判所は、核兵器による威嚇・使用は一般的に国際法に違反するとした勧告的意見を出しました。これは核兵器禁止条約の締結を求める大きな原動力となりました。
2000年に開催された NPT 再検討会議では、核兵器禁止条約の早期締結に向けて交渉を始めるべきだと各国政府に要請しました。2003年には秋葉忠利広島市長が会長を務める中、2020年までの核兵器廃絶を目指す行動指針2020ビジョンを打ち出し、その後の NPT 再検討会議やその準備委員会などで核兵器禁止条約の締結や核兵器廃絶を国連、各国政府に訴えてきました。2007年に始まった都市を攻撃目標としないよう求める署名活動では、3年間で100万筆を超える市民の署名が集まりました。国連に提出されたそれらの署名は、国連本部に展示され、各国外交官や国連本部を訪れる人々に、市民社会の核兵器廃絶への思いを訴えかけるものとなりました。そして、2010年以降も、核兵器禁止条約の交渉開始等を求めて署名活動が続きます。2016年の核兵器廃絶に向けた法的措置などを議論する国連の多国間核軍縮交渉の前進に関する公開作業部会では、核兵器の法的禁止に向けた動きをさらに加速するよう、為政者のリーダーシップを求めるとともに、核兵器禁止条約に向けた議論の必要性を強く訴えました。そして2017年、ついに国連で核兵器禁止条約交渉会議が開催されることになりました。しかしながら、安全保障上の理由から核保有国やその同盟国は交渉をボイコットし、条約の実効性が懸念されることになります。そこで平和首長会議は、将来的に核兵器国を含む全ての国が条約を締結できるよう、状況の進展に応じて条約を拡充する余地を残すため、条項や議定書を追加できるように定めておくことを提案し、それに沿って2017年1月7日に国連で122カ国の賛成により採択されることになりました。条約が採択されて4年半が経過した2021年1月、核兵器禁止条約が発効し、核兵器が全面的に禁止されるべき対象であることが明確となり、2022年6月の第1回締約国会議では、NPT、核兵器不拡散条約など、既存の条約を補完する関係にあることが再確認されました。引き続き、核保有国とその同盟国に対して、核兵器禁止条約に関する議論への参加を促し、すべての国が早期に条約を締結するよう求めていかなくてはなりません。こうした課題認識のもと、松井一実広島市長が会長を務める中、2021年7月に2020ビジョンに続く新たなビジョンとして、持続可能な世界に向けた平和的な変革のためのビジョン、PX ビジョンを策定し、その目標に核兵器のない世界の実現、安全で活力のある都市の実現、平和文化の振興の3つを掲げました。核兵器のない世界の実現を目指すとともに、人類の共存を脅かす課題に取り組み、安全で活力のある都市の実現を目指すことは、市民の安心・安全な生活を守る自治体で構成する平和首長会議の使命です。核兵器のない平和な世界の実現を願う国際世論を作り、各国の政策転換を促していかなくてはなりません。そのためには、市民一人一人が日常生活の中で平和について考え、行動する平和文化を市民社会に根付かせ、平和意識を醸成していくこと、すなわち
平和文化の振興を図っていく必要があるのです。これこそが自治体により構成される平和首長会議が果たしていくべき最も重要な役割です。平和文化を振興していく上で特に力を入れているのが次代の平和活動を担う青少年の育成です。成長し未来の社会を動かしていくことになる子どもたちは世界を変える力を持っています。平和首長会議も設立からの40年間で国境を越えたネットワークとして大きく成長しました。時代を担う青少年と共に核兵器のない平和な未来を作っていきましょう。